糖尿病は皮膚症状との関係がとても高い病気です。糖尿病をお持ちの方は傷が治りにくくて、ほんの小さな傷からでも悪化しやすく、入院が必要な皮膚の感染症を起こしやすくなります。最悪、足をすることにもなりますので。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルは皮膚の病気でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は意外と知られていない糖尿病をお持ちの方がなる足の皮膚症状について、かゆみ、傷が治りにくくて悪化する足のしびれ、水虫になりやすいについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、糖尿病による皮膚の病気についてよくわかるようになると思います。気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってくださいね。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。糖尿病って皆さんご存知かと思いますが、インスリンがうまく働いてくれないので、血液中を流れるブドウ糖が増えるっていう病気です。何年間も血糖の濃度が高いままで放置してしまうと、血管が傷ついてしまい、将来的に心臓病や失明、腎不全といったより重い病気につながります。実は糖尿病は皮膚症状との関係がとても高い病気です。たくさんの患者さんが皮膚の乾燥やかゆみ、手足の感覚が弱くなる、あと切り傷が治りにくいなどの肌トラブルに悩まされています。今回は糖尿病があったり、血糖値が高くなっている時に体が発するサインの中で、特によく皮膚科で見かける足に起こる症状にフォーカスしてお話をしたいと思います。まず一つ目は、足が乾燥して痒くなることです。糖尿病をお持ちの方ってどうして皮膚が痒くなるのかってご存知でしたか？糖尿病があると全身の血糖が高くなることで、血液中の糖が尿に出ますが、その時に一緒に体の中の水分も排出されてしまい、脱水傾向になってしまうんですね。そうすると皮膚が乾燥しやすくなります。あとは糖尿病があると神経の働きが弱くなって、汗の量を調節する自律神経の働きが阻害され、汗がかきづらくなります。皮膚は皮脂と汗で皮膚の表面に潤いを与えてバリア機能を作っていますが、バリア機能が低下すると皮膚がカサカサしてかゆみを引き起こします。特に冬場は足の乾燥がひどくなってかゆみが増しますので、保湿剤をたっぷり使ってください。ひどくなるとステロイドを塗ったり、抗アレルギー剤を飲んでかゆみを止めることもあります。かゆいのでずっとかいてしまうと、そこが色素沈着で黒くなっていきます。そうなるとなかなか色を消すのが難しくなります。あとは皮膚のかゆみって腎機能が悪くても起こるので、合併症がないか調べることも重要ですので、皆さんもそこのところぜひ頭に入れておいてくださいね。その他にも糖尿病があるとバリア機能が損なわれた乾燥した皮膚や水虫などがあると、ちょっとした擦り傷とかから細菌が入って足が腫れて、包果色炎や壊死性筋膜炎っていった入院が必要な皮膚の感染症を起こしやすくなります。普通の方ならすぐに治るんですが、糖尿病をお持ちの方は傷が治りにくくて、ほんの小さな傷からでも悪化しやすく、最悪足を切断することにもなりますので、足をきれいに洗って傷がないか日常的にチェックして保湿をしたり、血糖のコントロールをつけることが大切です。血糖が高い状態が続くと血管が傷んで血流が低下してしまい、神経に栄養や酸素がいかなくなってしまい、しびれが起こってきます。これ結構頻度が高くて比較的早めに出てくる症状で、左右対称に足の先から違和感やしびれが出てきます。はじめは正座をした時のようなしびれとかピリピリ、ジンジンとか感じますが、人によって痛いって感じる方もいます。もっと進行すると手の指にも痛みやしびれが出てくることになります。しかも神経の動きがもっと鈍ってくると、感覚自体が鈍くなって今度は痛みを感じにくくなってしまうんです。そうなると
見た目には皮膚が真っ赤っかになってめちゃくちゃ痛そうに見えても、ご本人はね、ケローっとしてて、痛みないんですっておっしゃいます。こうなると、傷があっても痛みがないので、病院に来るのが遅れてしまい、非常に悪くなってから受診されるので、最悪皮膚が壊死してしまったり、足を切断する方もいらっしゃいます。最後は水虫についてです。糖尿病をお持ちの方は 50% もの方が水虫を合併されています。皆さん、水虫かーって思っても放置してたりしませんか？しかも、水虫かもしれないなーって市販薬を使ったりしてませんか？水虫かどうかは、そもそも皮膚科で顕微鏡で水虫がいるか調べないとわからないので、気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってくださいね。さて、水虫は命に関わるものではないんですが、糖尿病をお持ちの方に限っては命に関わることもあるのはご存知でしたか？水虫がいると指の間がジュクジュクして白くふやけてくるので、皮膚が脆くなってそこに傷ができて別の細菌が入ってしまうと、皮膚の感染症である包括色炎を起こすことがあるんです。特に糖尿病があると細菌感染を起こしやすくなりますし、視覚が鈍ってしまい痛みを感じにくくなるので、かなり悪化してから受診される方もいらっしゃいます。だからたかが水虫とは思わないでくださいね。水虫になってしまった場合の効果的な塗り方については次回の動画でしっかり説明しますね。糖尿病の方は皮膚が乾燥していないか、皮膚にかゆみがないか、皮膚の感覚があるか、水虫ができていないか、皮膚に靴ずれとか傷がついてないかなど、皮膚のチェックを欠かさず行うようにしてご自身の足を守ってくださいね。ということで今日は糖尿病の方に見られる足の皮膚症状について皆さんにお話をさせていただきました。糖尿病は早く発見すること、治療を継続して血糖値を安定させるということが合併症を起こさず健康に暮らしていけるためにとても大切です。糖尿病をお持ちの方は皮膚トラブルが起こりやすくて、最悪の場合足を切断して失ってしまうこともありますので、皮膚のケア、チェックは欠かさず行ってくださいね。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなっていう方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになりますので、とても嬉しいです。次回は水虫についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。